気をつけ礼。はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントレスくんです。よろしくお願いしよろしくお願いしま。ますす。はい、ということでですね、今日は目の描き方についてです。はーい。目はね、正直ね、絵を描く人の数ほどね、描き方がたくさんあります。はいはい。ね、今ちょっとざっといろんな感じでね、ちょっとシンディちゃんを描いてみたんですけども、さらにね、流行もあるんですよね、すごく。はいはいだから、いろいろまず自分でね、しっくりくるものをね、それこそ常にね、試し続けてほしいなと思うんですけども、でもそもそもまずね、絵を描き始めたばっかの人とか、初心者さんは、どうやってアニメや漫画っぽいね、目をこういうね、アニメや漫画っぽい目っていっぱいあるんですけど、を描いていいかがそもそもわからないと思うので、はいはい今日はね、デフォルメのヒントと自分のキャラね、私が目を描くときに意識していることを教えられたらいいなと思います。はーい。はい。ではまたね、S 君にね、まず目を描いてもらいました。はい、書きました。とりあえず目を描いてくださいと言って私の目を描いてねと言ったんですけども、鼻と口は触れないでおきましょう。で、目ね、すごいでもある意味すごくリアルに人間の目を描いてくれたと思います。なんだ顔と認識してるんじゃない？あかんぞ、これ。はい、ということで、これね、私のね、顔を見て描いてねと言ったんですけども、もうそのまんま書いたよ。鼻と口はとりあえず置いといて、目は割とすごいリアルに人の目を描いてくれたと思います。そのまんま書いたからね。だから、まあそうですね。これがでも割と初めて絵を描く人っていうのは、こういう目を描くかなって、それはそうですよね。見たまんまの目だから人のね。そうだよ、はい。で、これをすごくね、どうやったら漫画っぽいキャラクターの目にしていけるかっていうのをね、説明していきたいと思います。はーい。じゃあ、ここからはですね、このページで説明していきたいと思います。はーい。まずね、試しにさっき S 君がね、描いてくれた人らしい目をね、ちょっと一回ここに描いてみますね。はい。リアルなやつね。うん、リアルなやつを。はーい。はい、ということで、人っぽいね、目を描いてみました。はいじゃあ、これをどうやってね、漫画のキャラクターみたいにね、していくかっていうことなんですけども、はい。理想はね、人それぞれね、完成形の形があると思うから、よかったらね、一緒に皆さん今からやってみてください。はーい。で、まず手順1ですね。ここの部分ですね。この上まぶたの部分。上まぶたの部分はね、漫画のキャラクターのね、目を描くときにもね、描いてあげましょう。はい。上まぶたの部分をね、まず描いてみました。はい。もちろん好みはあると思うんですけども、まあ大体多くの人がこう描くようにね、まあ実際目の形もやっぱりこう描いてるからね、はい。こう描くように描く人が多いです。じゃあ次手順に、下まぶたをね、描きます。はい。ここがね、一つポイントなんですけど、目の幅ですね。これをどれぐらい取りたいかっていうのを決めてから下まぶたを描いた方がいいです。これはルールはないです。例えば、鋭い目が好きだったり、リアルな絵がね、漫画の中でもリアルっぽい絵が好きな人はあんまりここの幅を多く取らない方がいいし、少女漫画みたいにすごく目がね、大きいのが好きだったらここをすごく広く取った方がいいです。私はまあとりあえずその中間ぐらいをね、今目指してやってみたいと思います。はい。はい、ということで下まぶたをね、描きました。はい。ここの部分にこれがなります。で、見てもらえばわかると思うんですけど、上に比べて下まぶたは好みにもよりますけど、そこまで主張させない人が多いです。だからこっちは濃く描く人が多いけど、こっちはそんなに長さを描かなかったりとか、細い線で描いたりとか、そういう人が多いような気がします。これもお好みでね、自分で調整してみてください。はい。で、次手順3、瞳です。ここのね、黒い部分ね。この瞳をこの中に描いていきます。このサイズもさっきと同じでお好みがあるので、好きなサイズで描いてみてください。はい、ということで、ちょっと大きめにね、入れてみました。はい。で、次手順4、この瞳のね、中ですね。正直これが本当に、本当にここはお好みで、いろんなね、自分なりの中の書き方があると思うんですけども、よかったらそれは好きな作家さんとかがどういう風に書いてるかっていうのをね、参考にしてもらうのがね、一番いいと思います。アニメっぽく、漫画っぽくするのにおすすめなのは、こっちの目はまあ黒く塗りつぶしましたけど、瞳の中にね、光をね、入れてあげてください。まあこういうことですね。光の入れ方は人それぞれで、例えばこういう目の端に入れる人もいれば、こうやって目の真ん中にね、
入れたりとかいう人もいます。この辺はもうお好みです。私はいつもね、だいたいちょっとこの真ん中よりちょっと斜め上ぐらいに入れるんですけども、この後瞳孔、ここには書かなかったけど、人間の目って多分ここにさらにこういう風にね、黒くね、こういう瞳孔みたいなものがあるんだけど、それを書いてもいいし、もちろんそれは書かなくてもいいです。これもしかも書き方もお好みです。こういう風に書けばいい、書いてもいいし、こう点って書いてもいいしね。なるほどね。この辺はお好みなので、自分の好みをどうぞ皆さん見つけてみてください。はい。わからないっていう時は好きな作家さんのを見て、まずはそれを真似してみる。あといろんな作家さんのをとりあえず真似して書いてみる。そういうことをしていくうちに、だんだん自分の中でしっくりくるものが見つかって、オリジナリティのあるメモね、書けるようになってくるのかなと思います。はい。おまけでね、例えばこう二重にしてあげたりとかね、もちろんしてください。これはまた一重キャラだったり二重キャラっていうのがあると思うからね。で、女の子を描くときは、こうやってね、まつげをこうやってここに足したりとか、ありますよね。下まつげももちろんありますしね。でもこれも割とそのまつげの描き方とか、時代の流行とかがあって、最近はあんまりなんかこう、あんまりすごくバシバシ描かない方が流行なのかなっていう気もしてます。はい。次にですね、私なりの目の描き方を教えていきたいと思います。お願いします。はい。普段私がね、描いてる目ですよね。それをどういうイメージで描いているのかっていうのをね、皆さんにお伝えしたいので、もちろん、自分なりの目の描き方が皆さんあると思うから、そういう人たちはまあ参考程度に見てくれればいいですし、まだ全くわからないっていう人はよかったらね、全然真似してみてください。まず私は八景をね、なんとなくイメージしてます。例えばね、こう目が大きくてパッチリしてるこの目だった時は結構大きな五角形。男の子とか、鋭い目の女の子とか、そういう子とかだったら、ちょっと潰れた五角形。先にこういう形をイメージしてます。はい、ということで、これをね、目の感じにね、していくんですけど、はい、という感じで、この五角形をベースにいつもね、こういう感じで目をね、描いてます。なんとなく見てもらったらわかると思うんですけど、ここにこういう五角形が入ってるような感じで、もちろん全部はね、描かないです。さっき言った上まぶたを描いて、下まぶたを描くっていう感じなんですけども、これだと割とね、はっきりした感じの目になるから、もうちょっとね、丸い感じの女の子を描きたいときとか、柔らかい感じの女の子にしたいときとかは、この角を取ったもっと丸くした形のイメージで、目を描いたりしてます。で、男の子はその五角形を潰したような感じで、こういう同じような感じでね、割と目尻をちょっとキュッと上げるのが私は好きなので、こういう感じで目を描いてて、男の子は割とね、ここの目の隙間を開けないことが多いですね。びっくりした目とかに割と見えやすいから、ここの隙間を開けると。男の子は開けないことが多くて、こう例えばまつげを多く描いたり、ちょっとこっちは垂れ目みたいな感じにね、してみたりとか。でもこういう形で、基本ベースがね、五角形みたいなイメージで、目頭側の線はもう消しちゃうっていう感じで、イメージとしては描いてるので、よかったら参考にしてみてください。はい。ということで、今回は目の描き方についてでした。はい。改めて見てもね、やっぱりいろんな目がありますので、皆さんね、いろいろね、楽しく描いてみてください。まずね、絵に慣れてない人はね、デフォルメをするっていうところからね、参考にしてみてください。さっき上まぶた、下まぶたとかって言いましたけど、これなんかもう逆にね、こう全部繋がっちゃってるパターンとか、こう上にしか描かないパターンなんかもありますので、自分にね、合う形をいっぱい描いて見つけてもらえればいいなと思います。なんか、最後にじっと見てる感じにめちゃくちゃ怖いんだよなっちゃったけどね。はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。
それではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎とエスくんでした。気をつけ礼ありがとうございましありがとうございまたした。